皆さん、こんにちは。サイドエフェクツ滝です。本日はマルディーニから岡田拓也さんをお迎えしています。では、自己紹介をお願いいたします。はい、フリーランスの CG デザイナーをやっている岡田拓也です。普段は今、東京のアニメ会社に勤務しています。今回、マルディーニをやってみていかがでしたか？僕は最初1ヶ月ずっとやるつもりはなくて、途中で離脱するつもりだったんですけども、とても楽しかったので最後までやることになりました。ありがとうございます。では作品の紹介をお願いいたします。はい、マーディーニのDay3 のリープの解説を今回したいと思います。ありがとうございます。ではよろしくお願いします。よろしくお願いします。昨年の10月にフーディン 18.5 が発表され、ソップ上でリギングができるキネ FX が追加されました。私はこのマーディニの期間の中で少しでもキネ FX を使ってみたいと思っていました。Day3 のリープではこのキネ FX の最低限な機能を使ってテストジオメトリトミーをリギング、アニメーションさせています。今回のプレゼンテーションの内容は2つです。1つはリープのメイキングについて、もう1つはマーディニを通して私のお気に入りのノードとなったスケルトンノードについてです。それでは Day3 リープの解説をしていきたいと思います。まずは完成映像をご覧ください。この作品で私は初めてアニメーション部門のファーストプレイスをいただきました。マーディニはとてもハードな企画だったので、自分では最後までやりきることは難しいと思い、途中でやめる前提で軽い気持ちで始めました。しかしこの作品と次の日の Day4 のエスケープと続けて評価をいただいたことによって、選ばれる嬉しさがモチベーションになり、最後まで完走することができました。続けるきっかけとなったリープはとても思い入れのある作品です。私は制作にあたり、最初にリープについての意味を調べました。日本人にとってはあまり馴染みのある単語ではなかったためです。画像検索や動画検索をしてみると、ジャンプして移動するようなニュアンスであることが分かりました。中でも気になったのは、四足動物の跳ね飛びながら走る映像と、陸上選手のハードルの競技の映像でした。私はそれらを組み合わせて、人間が四足動物のように跳ね飛びながら移動するアイディアを思いつきました。ここからは HIP ファイルを見ながら解説したいと思います。私は個人制作ではオブジェクト階層に各ネットワークを作るスタイルを好んでいます。では、SOP に入って解説していきます。全体のネットワークはとてもシンプルです。こちらにリギングしたアニメーションをつけているトミー。こちらに地面のジオメトリがあります。ボーンの配置、スキニングに関しては公式から出ているフーディニ 18.5 ハイブ、Day2 のルイスの動画を参考にしています。その動画でわかりやすく解説されているので、ここで詳しくは話さないのですが、軽く実践したいと思います。ここにトミーのレストポーズ。使用しているスケルトンノードがここにあります。実演のために新たにスケルトンノードを作成して、ボーンを配置していきたいと思います。背骨などの中央にボーンを揃えたい場合は、コンストラクトプレーンを使用します。コンストラクトプレーンをオンにして、X 軸に合わせます。モードをフリーハンドモードにして、腰から順にボーンを配置していきます。中央にボーンが配置できたら、コンストラクトプレーンモードをオフにして、ビューベースドモードに切り替えます。ビューベースドモードは、大体のジオメトリの中心にボーンを配置してくれるため、とても便利です。微調整したい場合は、このツイークモードをオンにして、そうすると移動できますけども、子供も一緒についてきてしまうため、
チャイルドコンパセイトモードをオンにします。そしたら、スケルトンミラーモードで片側をコピーします。真ん中の骨たちもコピーされてしまうので、グループでここを解除していきます。こういった感じでスケルトンノードでボーンを配置しました。ネットワークの解説に戻りたいと思います。スケルトンノードとスケルトンミラーノードの間にリオリエントジョイントノードを挟んでいます。これは足の軸を整えるために入れてみましたが、完全には理想的な軸にならなかったので、必要なかったかもしれません。この左側の3つのノードは、いい感じに自動でスキニングしてくれるためのネットワークで、ルイスの動画から模倣して組み立てました。私はそれぞれが何をやっているのか詳しくは分かっていません。このエディットノードはトミーのシルエットを整えるために使用しています。キャプチャーレイヤーペイントでは手動でウェイトを少し調整しています。キャプチャーミラーは調整したウェイトをミラーコピーしています。右側のネットワークでは IK の設定をしています。両腕両足それぞれを設定しているためにネットワークが大きくなってしまっています。後でもっと少ない手順でセットアップできることを知りました。その方法を少し解説したいと思います。まず、デリートジョイントで IK にしたいところすべてを取り出します。親子関係が必要ないので、リペアレントジョイントでリンクを切っておきます。このままだと、アップノードの位置がボーンと同じになってしまうために、リグポーズで少しだけずらしておきます。そしたら、IK チェーンを配置して、それぞれ必要なボーンを設定します。マッチバイネームにチェックを入れてブレンドを1にしています。これで IK の設定ができました。あとはここで追加していって、両腕両足の設定をするだけで、たくさんのノードを使わずとも IK の設定はすることができます。また、今回は棒の名前を付けずに作業しましたが、本来であればちゃんと名前を付ける方がいいと思います。アニメーションの際に何の棒を触っているのかが分かりにくいからです。しかしながら、アーディには素早く作業しなくてはいけないため、私は今回この工程を省きました。IK の設定ができたら、ボーンデフォームで結果を見ながら、複数のリグポーズノードでアニメーションをつけていきました。FK では背骨や頭のアニメーション、IK で手足のアニメーションをつけました。その後に指のアニメーションをつけて、トランスフォームノードで全体のオフセットのアニメーションを追加しました。このリグポーズノードは IK の回転を後で追加して IK のアニメーション作業をしやすくするためのものです。どういうことかというと、このノードを一旦バイパスして IK を触ってみると、移動は反映されるのですが、回転は反映されません。ですので、
ローテーションの値をコピーパラメータしてきて、後で追加するようにしました。そうすることによって、背景の回転が反映されるようになりました。しかし、背景チェーンにこの設定があることを後で知りました。この仕組みを作らなくても、背景チェーンのこのオリエントチップにチェックを入れると、先ほどと同じことができます。これでトミーの作業は完了しました。地面の方はグリッドに UV を割り当て、オフセットのパラメータにエクスプレッションを入れることによって、地面が動いているかのようなアニメーションをつけています。次はロップについて解説していきたいと思います。レンダリングにはレッドシフトを使用しました。SOP インポートでトミーを読み込んできて、マテリアルを割り当てています。マテリアルは RS マテリアルにリフレクションの値を少し調整したものと、サブサーフェスの値を少しだけ与えています。こっちの SOP インポートでは地面を読み込んできています。ディスプレイスメントをオンにして、マテリアルを割り当てています。テクスチャーはメガスキャンのものを使用しています。トミーと地面をマージして合成します。ディスプレイスメントがあるので、トミーの手が地面に埋まってしまいました。それを解消するために、トランスフォームノードを挟んで地面を少し下げています。カメラを設定して、ライトを配置します。地面があまりにも強く当たってしまったために、地面専用のライトを別で用意して、ライトリンカーで地面専用のライトだけが当たるように設定しました。レンダリングセッティングではデノイズの設定をしています。この頃はレンダリング時にデノイズさせていましたが、コップでデノイズノードがあることを知り、途中からは使用していません。コップのところで詳しく説明したいと思います。そして最後の USD レンダーロップで EXR に書き出しています。続いてコップの説明に行きたいと思います。ファイルノードでは先ほど書き出した EXR を読み込んでいます。Redshift PostFX ノードで色味を調整しています。他のマーディンの作品ではブルームやフレアを追加することもあります。それをロップコンプノードで書き出しています。コップでデノイズを設定する場合は、デノイズ AI ノードを使用します。最後にトップスでファイルパターンで書き出した連番を読み込み、FFmpeg で MP4 にエンコードしています。以上で Day3 Deep の解説を終わります。続いて、スケルトンノードについて、いくつかのマーディンの作例を用いて、使いどころの解説をしていきたいと思います。まず、スケルトンノードを使う前の作例です。これはスリープの作例ですが、この頃はカーブノードとスイープを利用して形状を作っています。カーブで曲線を描いて、スイープとランプで立体にしています。
腕や足とかも同じようにカーブノードとスイープノードで立体にして、マージでまとめて形状を作っています。これはバズの作例です。こちらも同じようにスケルトンノードは使わずにカーブノードとスイープを多用して形状を作っていました。足とかもカーブとスイープで形状を作っています。腕も同じようにカーブとスイープ。髪の毛も同じようにカーブとスイープで形状を作っています。これはパーチの作例です。5体のキャラがそれぞれ違うポーズを取る必要がありました。ですので、足の部分はリギングすることを前提にモデリングしました。そこで、今までカーブノードからカーブを作っていたのとは違って、スケルトンノードからカーブを作り、スイープで立体化させ、元となったスケルトンでスキニングするというアプローチをとっています。スケルトンノードやリグポーズノードを使ってライン上の形状を作って立体化させたい場所によって分けてそれぞれスイープで立体化させています。そして作った形状を元のスケルトンからリープの時と同じようにスキニングして、ボーンデフォームで動かせるようにしています。キネ FX のおかげで、モデリングと同時にリグが作ることができ、プロシージャルでフーディニ的なアプローチが取れたと思います。今回はリグとして再利用するために、カーブではなくスケルトンノードを使用しましたが、もしリグに使用せず、単純なカーブを作ることを目的とした場合であっても、スケルトンノードはカーブノードより楽にカーブが作れるということを感じました。これは Wind の作例ですが、ここでのスケルトンノードはリグに使用しているわけではありません。スケルトンノードからカーブに変換し、ヘアジェネレーターのガイドとして使用しています。カーブノードで作成するよりも、スケルトンノードから作成した方が楽にカーブを作成、編集できると感じました。カーブノードでは1本しかカーブが作れないのに対して、スケルトンノードはいくつも作ることができます。また、スケルトンノードは多機能で、コピー機能、ミラーコピー機能、アンペアレントやスプリット、各種様々なモードがあって便利です。最後に、ウォーターの作例です。ここでは、スリープやバズの時のワークフローから、カーブノードによる工程をすべてスケルトンノードに置き換えています。体も、スケルトンノードで作ったものをカーブに変換して、スイープで立体化させています。ヒゲのモデリングですけども、スケルトンノードからカーブに変換して、スイープで立体化しています。トゲも同じように、複数あってもスケルトンノード一つでカーブを作ることができます。腕のモデリングも同じように、スケルトンノードからリグポーズで少し編集して、カーブに変換してから、スイープで形状別に立体化させています。足は腕のスケルトンをコピーしてきて、リグポーズで編集しています。リグポーズによる編集はとても便利で、
これを利用することによって、親による回転、スケールなどの編集が容易にすることができます。いちいちピボットをここに持ってきたり、原点に移動する必要がなく、思いのままにスケールをかけたり、回転をかけたりすることができます。これもカーブノードではなく、スケルトンノードである利点の一つです。今回は静止画なので、リギングはしていませんが、すでにスケルトンは作ってあるので、いつでもリグに転用することもできます。KineFX は新機能で、これからもどんどん機能の追加が期待できます。次のバージョンがとても楽しみです。以上で私のプレゼンテーションを終わります。ありがとうございました。